ノーフィルター水槽の限界か？白点病発症。ご視聴ありがとうございます。旬アクアの旬です。皆さん、こんな疑問を持ったことはありませんか？フィルターがない水槽にどれくらいの生態を入れることができるんだろう？そんな疑問を解決するために、この水槽では日々生態数を増やしながら経過観察をしています。今回は立ち上げから105日が経過したノーフィルター 60cm 水槽に合計75匹目となる生態をお迎えします。その子がこちら。カージナルテトラです。最大体長は 5cm。水質は弱酸性を好み、20から28度の水温に適応可能です。寿命は2から3年ほどですが、5年くらい生きることもあります。気になる婚姻については、温和な性格なため、様々な種類のお魚たちと婚姻可能です。我が家の60センチ水槽にはもってこいのお魚です。餌は人工の餌をバクバク食べてくれるので、特に心配する必要はなさそうです。実はずっとお迎えしたかったお魚の一種です。なぜなかなかお迎えしなかったかというと、少しお値段が高いんですよね。もちろんカージナルテトラよりも高いお魚はたくさんいるのですが、どうしてもネオンテトラと比べてしまうので、ペットショップに行ってもネオンテトラの方が手に入れやすいな、また今度安くなったら買いたいなと、カージナルテトラをペットショップで見るたびに諦めていました。しかし今回近くのペットショップで年末年始セールということで、なんと1匹80円で販売されていました。この価格は初めて見る安さ。購入しなければ後悔するということでゲットしてきました。やっぱりネオンテトラとは違う美しさを持っています。ネオンテトラは赤のラインが途中で止まってしまっていますが、カージナルテトラは赤のラインが一直線に入っています。この赤と青が体の大部分を覆っているので、ネオンテトラに比べると色鮮やかに見えます。今回は10匹お迎えしましたが、もっともっと増やしたいところです。それではいつも通り水合わせをします。袋ごと水につけて水温を合わせながら、スポイトで水を入れて水質も合わせます。これを2時間くらいかけてゆっくりと新しい環境に慣れさせてあげましょう。水合わせ完了です。それではダイブのお時間です。3、2、1、ダイブ。無事にダイブ完了です。元気そうに泳いでくれていますね。よかったです。それではカージナルテトラを10匹追加して合計75匹になったノーフィルター水槽は問題なく維持できるのか、様子を見ていきましょう。導入翌日です。特に変わった様子はないです。元気よく過ごしてくれているので問題ないでしょう。導入から3日が経ちました。ここに来て大事件発生です。急いで隔離したのですが、カージナルテトラが白点病を発症してしまいました。映像では見えにくいですが、1匹に 2,3 個白点がついてしまっています。まだ早く発見できたので大丈夫だとは思いますが、これで全滅してしまったら最悪です。とりあえず薬浴しながら様子を見ていきたいと思います。今回使用する薬はメチレンブルー。白点病の薬としては有名なので知っている方も多いのではないでしょうか。常備していたので助かりました。まさか使わないといけない日が来てしまうとは。約 600ml の水に2滴のメチレンブルーを入れます。これで準備は完了。薬浴の準備は簡単ではありますが、ここからちゃんと経過観察をしていかなくてはいけません。白点病は今
カージナルテトラについている白点が見える時期を非正期といって、この時期は薬が効かない時期になります。この後、お魚から離れ、分裂し、数を増やします。そして、この増えたものが水中を泳いで、新たな寄生先のお魚を探し回ります。この水中を泳いでいる時期だけ、薬が効いて感染を止めることができます。ですので、白点が取れたら完治ではなく、数日間様子を見ることが必要です。だいたい1週間以上は見る必要があるようなので、しっかり観察していきましょう。薬浴から3日目の様子がこちら。途中でグラスブラッドフィンも白点がついているのを発見したので移動しました。今のところ白点の数は減っていませんが、逆に増えてもいません。このまま減ってくれれば嬉しいです。しかし、60センチ水槽内で白点病が蔓延してしまい、ネオンテトラやラミノーズテトラにも白点が出てしまいました。すべてを移動させることは難しいので、このまま水槽内で様子を見ていこうと思います。薬浴から6日目の様子です。なんと白点はほとんどついておらず、魚自身も元気に泳いでくれています。しかし、ここからが肝心です。白点病の原因である白点虫が水中を漂っている最中かもしれませんので、引き続き薬浴を続けます。そして気になる60センチ水槽の感染状況ですが、なぜか白点がほぼ消えました。1、2匹1個くらいの白点はあるものの、ほとんどのお魚からは白点が消えました。水替えや薬浴などはせず、特に何も手を加えていないので、白点が消えたのは不思議です。薬浴から11日が経ちました。最初に白点がなくなった日から5日ほど経過したので、ここからまた白点が出てくることはなさそうです。ここまで来れば安心しても良さそう。少し心配なところはありますが、水汗をしっかりしたので、60センチ水槽に戻しました。しかし、60センチ水槽のお魚たちも白点は消えて元気に泳いでいます。なぜ治ったのか。考えられる要因は水質や水温が安定したことにあると思います。水質検査はできていませんが、水温は現在23度と適正な水温になっています。今思い起こせばカージナルテトラを導入した日に水が減ってしまったので水を足しました。冬ということもあり、その足した水が冷たく、水槽内の水温もガクッと下がってしまったのではないかと思います。水温が下がったことで、お魚たちの調子が悪くなってしまい、白点病になってしまったのかなと推測しています。白点病の原因である白点虫は、どの水槽内にも存在する確率が非常に高く、白点病になる可能性はどのお魚にもありますが、元気なお魚は感染していても発症することはありません。弱って免疫力がなくなった時に発症してしまいます。今回、水質と水温の管理を怠ってしまったことが最大の原因かと思います。こういったことにならないためにも、水質検査キットを購入したので、届いたら定期的に検査していきたいと思います。白点病が再発しないよう願うばかりです。本日は以上になります。それではまたお会いしましょう。バイバイ。